それでは時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。まず最初にですね、今日から、3連休になるんですかね。どうも、センジーさんよろしくお願いします。はい。もう、3連休で、今日、今、F1 カーが流れてるんです。ちょっとこれ流しながらね。tenth of a second. Hamilton goes. 結果これ見ればわかるか。これ見ると、僕は分かってる範囲では、フェラーリの2人が2位、3位ですね。サインツと、なんだっけなんて名前だったっけ出てます、出てます。1位がマックス・フェルスタッペン。この人強いですね、確か。はい。で、2位が、ルクエール。そうだ。英語読めるようになった。シメディ、PPM フェルスタッペン。はい、そうですね。それから3位がサインツフェラーリですね。シメディ、2、C、ルクレール。なんでシメディさん追いついてきてますね。シメディ、3、C、サインツ。で、4位がペレスですね。レッドブルの。今、ナンバーワンドライバーですかね。はい。で、5位が、ルノーオコンだって。オコンって昔いて戻ってきたのかないましたね。から6位がハミルトンですね。あれ ?7 位がアロンソいますよ。シメディ、13、角田博樹。そうなんです。13位だったんですね。まあ、ちょっと今回、角田さんは、何ですかちょっと、調子良くなかったかな今年なんか、あんまり、あれですかね、角田の、車っていうのはあんまり良くないのかなレッドブルは、まあまあ、良さそうですけどね。ナンバー2のアルファタウリでしたっけはい。みたいですね。はい。でもなんか、結構、今年はずっとこの数年間、マクラーレンじゃなかった、メルセデスが強かったですよね。で、ここからちょっと変わってきましたよね。ホンダが、どうなんですか一回、なんか、退いたって聞いたんですけど、これでもなんか、影でバックアップしてるっていうか、はい、レッドブルをバックアップしてるような感じでいるのかな表には立ってないようですけどね。はい。ということで、まあ、ちょっと、結果とか、これ生で見れないけど、どっかで、あれかなやりますかねと言いながらもですね、すいません。僕、明日実は卓球の大会で、一日見れなくって、明日朝早くって、早くから団体戦に出るもんですから、ダメですね。生では見れないから、どっか結果、ヤフーとか出しちゃうとほら、見えちゃうから、なんか見えないようにして、YouTube 見れたらいいななんて思ってます。夜はね、結構時間があるので。はい。はい、すいません。では、ちょっとこれ消しますね。今日最初にですけども、また教育的な話で申し訳ないです。前回ちょっとやろうかなと思ったんですけど、実はこういう子供たちもいるよっていうことで、皆さん知ってますかね起立性調整障害っていう、発達障害とはちょっと違うんですけど、まあ、変な話、朝起きれない子供たちという、題名です。これ、地元の、私たちの東海の方の放送のローカルの番組なんですけど、ちょっと特集をやってたので、まあ、ちょっとこれを、見てくださいね。はい。今日後半、特集ね、組んでいきますのでね。お願いします。皆さんの多分身近なお子さんとかでも聞いたことあるかもしれないんですけど、毎日症こういう起立性調整障害と言いまして、まあ、ある意味ちょっと思春期の病気というか、脳にね、血が
なかなか朝回らなくて、本当にこう起きれない子っていうのがいるんですよね。でも、昔だったらこれ怠けてるのかなと思っていると思うんですけども、これがね、そうでもなくって、まあ、一つの、まあ、今、起立性調整障害っていう、まあ、障害にあたるものになっております。今、結構ね、その不登校の子とか、増えてる中で、朝が起きれなくて、学校に行けないとか、まあ、学校に行くのも、その、保健室に通ったりするっていう子、それから高校生だと、この子は16歳なんですけど、通信制高校とかに通い、最初、前立制とか行きたいなと思ってやっぱ朝起きれなくて、通信制高校。まあ、この子は、まあ、4年、起立性症候群の4年ですね。今ちょうどその起立性症候群というか、のメカニズムをちょっと説明してます。通常は自律神経が働き、血流を安定させますが、起立性調節障害の場合、自律神経がうまく働きません。実際、その結果、いるんですよね。脳や体への血流が結構いるみたいです。めまい、頭痛、腹痛など様々な症状が出るのです。特に思春期によく見られる病気で、全国の中学生のうち実に1割がこういうのってなんか対策がないのかなと思うんですけど、意外にこれがなかなかすぐにまあ治るとかそういう対策はね、なかなか今ないですね。あ、ちなみにこの子の椅子が今俺が座ってる椅子と同じ色も一緒だわ。ここで動かないで寝返りだけでびっくりしましたよ。半日過ごしたりとかは結構あったりします。近くに最低限生きられるものはあったりするので、水分とかもありますし、これもね、なかなか教育的には別にダークなんじゃないですけど、見て見ぬふりをしている方も結構いたりとかするので、まあこういう子供たちもいるんだっていうことを、まあちょっと今日知っていただきたいということで今日出しました。小学校の時の副部長、テニスにも打ち込み、すごい活発で動いて、突然の発症に戸惑いました。自分でも本当に前より劣ってる自分というか、学校も行きたいしって思ってる気持ちがあるみたいですよね。考えちゃったりとか、学校行けてないので親にもやっぱりなんか申し訳ないなって気持ちはすごいありましたし。どうですかね、こういう子って周りで聞いたことあったりとかします？皆さんあんまり知らないかな。伊藤さんが中学3年ただの間で登校できたの寝ぼすけみたいなは感じ数えるほど。ね、周りからの声に傷ついたこともあります。帰り際になんかまた来れなくなるよねみたいな感じで言われるのは結構辛かったです。初めて聞きました。そうなんですね、しめじさん。はい。そうやって周りに思われてるんだなって気づいたのがちょっと辛かったです。実は治るには治るんですよ。最後に言うかな。ただ怠けていると誤解されがちで、伊藤さんの父親も息子が起立性調節障害だと分かる前は最初そう思うみたいですよね。朝起きてもうそここお父かったさんがりだったりするのはまあ普通そういう結構そういうのあるじゃないですか、寝起きとか。多少そうでも学校行きなさいとかいうふうにちょっと少し強く言ってしまったこともあったんですけど、それはもう逆効果っていうこともよく分かりましたし、母親は自分自身を追い詰めないでほしいと思っています。病気だから仕方がないんだっていうのは私たちが言っても、それでも病気でも頑張ってる子もいるっていうのも、学校はやっぱり行かなきゃいけないところっていうのはが行ってない自分がダメなんだとか、稽古医で自律神経が安定していないのかな。小出さんどうも。体の病気だとそうですね。はい。本人のその意思とかですね、そういうのとは関係ない、いわゆる自律神経が関係している、症状なので、稽古医で思春期っていろいろ難しいね。そうですね。はい。本当に、今僕はもう身近でチラチラといるので、はい。
うやって認めてるというか。伊藤さんは去年はい4月から自宅学習が基本の通信制高校に通っていますが、体調がいい日には通学も可能で、母親に車で送ってもらっています。好きな科目は何なんですか？数学、頭を使うのが楽しいので。実際に僕が今本業で見てる中で不登校の子もいるんですけども、この起立性症候群でこの病気は学校が行けなくなったなって思ってる子が知ってる子で2人います。で、真面目で友達もいて、お花、私も初めてあ、です。そうなんですね。脳の病気と捉えて治療するのが良いと思います。そうですね。はい。頭痛がすると言ってちょっと倒れてしまったり。今本当にまだ理解ができる体制になって伊藤さんのきたなと思います。昔だったら、発達障害もそうなんですけど、なんか怠けてるとか努力してないとか、ちょっと人とは違う座談会を開いていますというかね、そういうことで毛嫌いしていた人もいたりとか、なんでこんなことが当たり前のようにできないんだとかね、あると思うので、しっかりね、こういったものもなんていうかな、病気として捉えるっていうかね、障害として捉えて、どうね、寄り添っていけるかとか、した方がいいななんて本当に思いますね。逆に通信制高校が本当増えてる中で、こういった子とか、発達障害の子とか、高校でね、いろいろ全日制いけない子多いもんですから、理解を広げたいと話します。これ、あれですね、多分子供にどうやって接したらいいかっていうのは、子供たちの集まりですよね。名古屋家族の会、ポレポレって書いてありますけど、そういう子たちが認知が広がっていけばなっていうふうに集まった会ですよね、きっと。では、周りの大人は病気を抱える子供とどう接するべきなのでしょうか。学校に行けないような状況があったとしても、その子にとってできることを応援してあげるということが非常に大事だと思います。そうですね。周囲の大人、第三者の大人にすごいねとか、よくできたねとかって言われることは、その子にとってすごく励みになると思いますので、味方になっていただけるといいかなと思います。その上で、体の成長とともに症状が改善する傾向があることを理解し、必要以上に将来を悲観しないよう子供を支えることが重要だとしています。そうですね。稽古医で昼から始められるといけるんじゃない。そうですね。はい。通信制高校とかも割とそういう風にフレックスでいけるので、あと定時制ですね。とかもこういう定時制5時からですのでね、全然いけるかなと思いますし、見えない、いい未来を想像するならいっそ死んじゃった方がいろんな選択肢があるので、いわゆる僕で言えば高校とかは通過点であってほしいななんて思いますね。なかなか集団行動って同じように昼まで動くことができないこともあると思うので、クッションがあるんで、もうここにこういう今年うちの方でも定時制行く子もポチポチいますね。いや、当初は全然なかったですね。なんかあいつサボってるからみたいな不登校の子とかでも定時制に行ったりとかしますね。太田さんも高校は通信制に入学。これもそうですね。霧が晴れてきたのは2年生になった頃。症状が改善してきたため、猛勉強の末、去年大阪の大学に入学しました。高校時代になって今22、3歳。の変化で体調が思わしくない日もありますが、一人暮らしをしながら幸せをかみしめます。面白いなって思ってるのが哲学史の勉強と、あと基本的に英語好きなんで、こんな勉強がしたい、あんな勉強がしたいっていう理想を自分でできるっていうのはすごく幸せなことなんだなっていう。なかなかね、すぐに働けるかどうかっていうのもあるかもしれないんですが、
決して怠けているわけではない。そうですね。起立性調節障害。まずはで、なんか、話によると30歳くらいを境に、まあ、治ってくるような話も聞いてますね、これ。ただ、思春期に一番ピークであって、ということらしいですね。はい。はい。という内容でした。まあ、今回からね、また教育関係とかもね、こう入れつつ、いろんなテーマでね、また気になったこととか、紹介していきたいなと思っています。僕もね、ほら、進学とかそういったことだけじゃなくて、今、本業の方が、そういった一人親家庭の方とか、教育に、こう何かしら、こう経済的に難しかったり、そういった子たちを面倒見たりとかしてるので、どうしてもこう、学力ではなく、まあ、その、何いうのかな、まあ、居場所支援というか、そういったことの中で、子供たちのその様子を見たりとかして、一緒にこう、サポートしてるっていうところで、本業でやってる。まあ、家庭教師の方は、やっぱり、望まれて、ね、一人ずつ、その、進路とか、そういうのがあるので、それに要望に応えてやってるんですけど、まあ、本業の方がね、そういったことをやってるもんですからね、まあ、こういったことを合わせてね、また、どんどん、何かあったら、気がついたら紹介していきたいなと思っております。はい。それではですね、1週間の、はい、パフォーマンスをやってから今日ですね、表題があります。この、カブトレ。これ本ですね。カブトレという本です。去年の暮れぐらいに出た本なんですけども、最近書店でもまだ前の方にあって売ってるみたいですね。で、この特集の方もね、ちょっとお話をして、今日はね、皆さんにちょっとうまくいくかが参加できるように、クイズ形式で、ちょっと問題とかを用意したので、もしよかったらね、ちょっと考えてみてください。まあ、これ好評だったらやりたいですけど、不評だったらやめますので、はい。お願いします。はい。それではですね、まず今週1週間のパフォーマンスをじゃあ一緒に見ていきましょう。まず金曜日の、相場の方からですね、ちょっと確認をしていきます。もう最近 FX から見ていきますね。はい。はい。まず FX ですけども、この間、東雲さんがこの145円抜けましたとか言ってくれたんですけど、金曜日の夜中かな？はい。145を金曜日夜抜けて、今 145.3、一時期 145.4 までドル円行ったんですね。ちょっと最後落ちましたけども、金曜日の終値が 45.3 ということです。みんなここ、あれかな、なんか為替介入が145円で前あったじゃないですか。まあもうないと思うんだけど、ちょっとここでもたついてるのは、なんかちょっとどうなんでしょうね。そういう、為替介入の恐怖もあるんでしょうか。今日ここ今145ちょっと抜けた感じになってます。あとはまあ特に、ボラが高かった。まあ相変わらずこうニュージーランドとかは高いですけどね、ボラテリティが。という状態になっています。はい。それでは、を見ていきます。日本見ていきましょう。最近日本も日経も気になるので。日経金曜日終わりが、27,100ということで、まあ27,000。そんなに 0.71 ならそんなに動きなかったと思います。CFD は最後、開けて、日経3時に終わってから CFD はその後動いてますので、多分アメリカの市場と一緒に、CFD の方が 26,700 っていうことで下がっているので、もしかすると日経火曜日？あれ？月曜日あんのかな？祝日。なければ火曜日の午前中は下げてくる可能性は出てますね。CFD が、アメリカの影響をもろに食らってますので、400ぐらいこれ差がありますので、窓じゃないですけど、はい。火曜日の、ここはちょっと下げてくるのかな、なんて思ってます。それでは、米国行きましょう。
金曜日の米国やりましたね、もうやりましたね、またナスダック。1650でフィニッシュしました。先物も SP500 もね、昨日の夜中のお花、夜間落ちましたね。落ちましたね。雇用統計ショックですね。はい、そうですね。雇用統計ショックでございますよ。いや、もう半導体もうすごいですよ。1日で 6% も落ちてます。フォックス指数が。もう学士。まあ学士って言っても半導体の方は学士ですが、まあ、ナスダックと SP500 はもうなんか想定内っていうかもう SP500 の下げ 3600 でなんか慣れちゃったっていうかここまで行くだろうと。で、3500切っちゃうとチャートでも見たと思うんですけど、3300ぐらいまでちょっと3500落としたらその下ないので、3300まで行ってしまう可能性があるということですよね。まだ今、なんていうのか、下で支えられたレンジのとこっていうかね、3600近辺にいます。はい。で、金利が 4.31 ってもうたまらんです。4.31 ってね、もう、なんすかね、もうこれ。過ぎでしょ。10年債は 3.88。だからビックスが、頂点が32までいったんですね。はい。そんな動きをしています。じゃあ、ヨーロッパ、その他、国見てみましょう。中国はお休みで、香港がまた、これ多分アメリカの影響なのかな。17,740 で18,000をまた割ってしまいました。はい。厳しいですね、香港は。インドはあんまり変わっておりません。いや、ベトナムが厳しいね。今日川端さん来てないですか？いや、ベトナム、まあ、逆に言うと、そこ見て買えるチャンスはいつかこれ来るなと思います。はい。ベトナムはちょっと値動き見ていただくと、経済成長は別にめちゃくちゃ鈍化してるわけじゃないので、ここは、いろんな要因があってこう落としてますが、ずっと下がり続ける経済ではないはずです。ヨーロッパ、夕方からの、これもう、チャート見てすごいわかりやすいですね。アメリカの、市場を引っ張るように開けて、これドイツダックスも、アメリカ市場と一緒ぐらいの時間帯から下げてきましたね。これ、雇用統計出てるの9時半とかですよね。こちらの時間で。多分、フランスもそうですね。ユーロもそうですね。これ多分9時半ぐらいから一気に下げてるので、雇用統計が、変わってるのではないかと思います。ドイツが 12,200。イギリス変わってないですね。ユーロが 3,370。という値になってます。他、注目は特にカナダがアメリカと同様下げてます。アフリカ変わりません。オベスパもそんなにここレンジになってますね、最近は。はい。という金曜日の動きです。コモディティ見てみます。なぜかゴールドがまたストンと落としました。ゴールド、シルバー、ハードコモディティ、プラチナ、パラジウム、銅、みんな落としました。はい。まあ、ゴールドは、1670あたりまで一回行ってますので、まあ、ボトムみたいな感じになるかもしれませんが、一応、金曜日はハードコモディティは全滅ということになりました。ただ、原油がブレイクしてますね。あ、なんかあったな、これ。テクニカル上の問題かな。93まで上がってますもんね。はい。
なんかわかる方がいたら。なんか OPEC とかあったのかなこれ。傾向でドル指数が上がるとゴールド下げますね。ああ、なるほど。そうですね。この、逆相関的な部分も持ってますね。ここのダウのこの商品指数と、あと、DAX でしたっけ？これですかね。ちょっとチャートを出しますね。ドル指数ですね。はい。です。それから、天然ガスが、原油と逆になってますね。珍しく。はい。ずーんと落としました。6.6 まで行きましたね。あ、でもこれ、原油と灯油とガソリン。プラスの減産。あ、なんかやってましたね、そういえば。それ関係してんのかな？これ、灯油とガソリンと原油がともに同じようなチャートしてますもんね。はい。影響あると思います。ソフトコモディティですけども、レンジですね。はい。ここずっと今週下げてましたけど、ちょっと戻しました。ただまあ、レンジ相場だと思います。冷やしベースでですね。はい。あと最後ちらっと仮想通貨見てみましょう。週末動いてるので、どういう動きか。金曜日の相場を見て、やっぱ影響を受けてますね。マイナスになってますね。はい。イーサリアムもマイナスです。ビットコインも2万ドルあたりにいるんだかな。はい。という値になってます。一部アルトコインで吹いてるとこもありますけどもね、リップルとかステラとか、このあたりは別のなんかファンダメンタルがあるんでしょうかと思います。はい。じゃあ、SP500 の、ヒートマップを見てみましょう。1週間のパフォーマンスいきましょう。今週1週間の SP500 はどうだったでしょうか？これがまた、これ1週間ですよね。あれ？テスラだけすっごいマイナス。あ、テスラ金曜日そういえば 6% えらい下げてましたね。はい。また僕ファンダを見てなかったので何かあったんですね。6%。あ、半導体の関係かな？いや、でもテスラだけですね。こんだけ真っ赤っかなの。半導体はそんなにマイナスになってませんね、1週間。これ本当 ?1 週間で見るとプラスが多いですよね。ちょっと意外でしたね。後半がやっぱり落としているけど、思ったほど1週間だと下げなかったんですね。これ、エネルギーすごいですね、今週。エクソンモービル 15% ですよ。これ本当に合ってんの？なんかシェブロンも 11% プラスですね。すごいですね、エネルギーが。あと、ヘルスケアはあんまり変わってない。レンジですね。フィンテック、ちょっとプラス。銀行もちょっとプラス。大型株はメタがちょっとマイナス。くらいですね。一般消費、コカ・コーラとか、ペプシはちょっとマイナス。ウォルマート、コストコ、ほとんどプラマイゼロ、P&G も 1%。フリップモリス 1.98。あんま変わんないですね。1週間で。はい。こんな動きですね。半導体が、金曜日、6% ソックス指数が落ちてたのに、1週間のトータルで見たら、半導体あんま下げてなかったっていうのは印象的でしたね。いかに金曜日がひどかったかっていうことになりますよね。はい。じゃあ、世界見てみましょう。はい。世界を見渡すと1週間のパフォーマンスはくすんでますので、あんまり動きはなかった週だと思います。もうちょっと詳しくいくと、ブラジルは良かったですね。今週1週間は。
カナダはこれ変わらないです。ほとんど。ヨーロッパを見ると、意外にイギリスは悪くなかったんですね。ちょっと言ってましたよね。通貨安とトリプル安って話が出てたんですけど、1週間の株のパフォーマンスそんなに悪くないですね。もっと落としてるかと思いました。はい。なんか、イギリスちょっと変わったことやってましたよね。金融引き締めもしてて、利上げ、今なんか、金利が上がってるのに、新しい首相ですか？ちょっと発表ありましたね。中央銀行の、イギリスの中央銀行がちょっとこう、なんていうんですか、金融緩和をしようかという話も出てて、どういうことだっていうことで、金利上がってるのに金融緩和するって、ね。ということで、なんか世界の、投資家がちょっとイギリス毛嫌いしたって言ってたんですけど、1週間だとそうでもなかったですね。日本はトヨタはちょっと戻したんですね。はい。台湾セミコンダクターも結局プラスでした。中国はあんまり変わってないですけど、KE ホールディングスっていうところだけちょっと目立ちます。あと、電気自動車。電気自動車が悪いぞ。テスラ悪かったですよね。ニオもえらい下げてますね。これ電気自動車のメーカーがみんな悪いぞ。半導体のなんかかな。ここもそうですね。リオートって言うんですか。ここも多分そうですね。はい。東南アジア変わんないですね。オーストラリアいいですね。という感じですね。1週間の、世界のパフォーマンスはこんな感じです。はい。ちょっとだけ、チャートで、それぞれ簡単に、紹介してパフォーマンス見ていきたいと思います。グラフの形を、今日ね、テクニカル後半やっていきますけど、ちょっとグラフのね、4時間足見てくださいね。まず、ナスダックですね。これが、期間、4時間足なので、期間は、この一面で見ると、ちょっとこれの、邪魔な、音差が邪魔な、9月14。これは9月13日からこれパッと見ていただく、この4時間足は1ヶ月間のパフォーマンスとして見てください。1ヶ月でこの動きしてるよってことですね。はい。1ヶ月間で、ナスダックは、ここ、下げてきてレンジになっているっていう感じですね。パッと見た形で下げ止まってるような動きですね。1ヶ月ですね、これ。次いきますね。SP500 ですね。はい。SP500 も下げてきて、9月の下旬にワーンと下げて、ここでダブルボトムみたいになって、10月に上って、また落としているということになります。でも、この、1ヶ月で言うと、レンジという捉え方もしてもいいんじゃないでしょうか。はい。次、ダウ・ジョーンズですね。ダウの方がちょっと見ていただくと、この1ヶ月間の落とし方がひどい。この間ニュースになってましたよね。先週かなんかダウの、今週かなダウ、かなり落としてて、この、28,700 っていう値かなり3万切ったぐらいからおいおいおいって感じになってましたよね。はい。ダウジョーンズはこんなチャートの動きをしています。じゃあ日経いきますね。日経こんな感じです。日経は、9月の13日からズドーンと落として、ボーンと上がって、27,000とこで今グズグズしてる感じです。はい。もう日経わかりやすいですけど、上が29,000、下が25,500みたいな感じで、この中でずっといますよね。1年、何年ぐらいいるんだこれ。1年以上そういう動きしてますよね。はい。
前も言う、トレードするなら日経は、まあ、これ言っていいかかな、安定しているっていうか、はい。短期トレードだったらね、日経はいいと思いますけどね。長期積み立ては、わかりません、こんな。はい。インド。一番いい形かもしれない。インドニフティですね。でも、そうですね。高い位置にはいるんですけどね、ニフティは。でも、9月30日から登ってって、ちょっと今落としてるけど、まあそんなに落としてないですね。はい。この18,000をインドはトライできるかどうかにかかってます。なんか今世界でこんなチャート、頑張ってるチャートってインドぐらいしかない。はい。次中国いきます。はい。中国は、10月の初旬に、これ上海50ですね。ストーンと上がったんですけども、また戻ってきてしまいましたっていう感じですね。今ちょっと市場が開いてないので、週明けどういう動きになるかわからないですけども、ちょっと戻ってきたような感じですね。はい。香港来ます。香港はもうずっと言ったように2万切ったあたり、もうずっと2万、これいくつ ?18,800 か、ここが。はい。この1ヶ月で18,000切りまして、17,000、そこが16,800。いやーもう、当時の去年の半値、3万とか言ったのに、日経と張ってたのにね、香港も。指数が。3万いくかいかないかとか言ってた。まあ17,000ですよ。日経17,000とか言ったら、びしますよね。多分。はい。ということで、まあこの10日間、この1週間も落としていったっていうことですね。次。イギリス、UK ですね。イギリス100も残念ながら、でもまあ、見てみると、そこまで落としてないですね。言われるほど指数は。レンジに見えますもんね。この、6,790 から7,100? この2週間ぐらいは。レンジに見えます。ユーロ。ユーロは、10月の初旬上がって、まあ上がっても3,400だったんですね。これ、あれですね。下が3,240で上が3,500だと、あんまり上がって下がってもないっていうか、ですね。こんな感じですね。まあ、期待が持てない、まだ、状態ですね。はい。あとちょっとだけ見ますね。これが、ニューヨークオイルですね。原油。はい。見ていただくと、あれですね。ちょっと9月30日から、また、こう見ると4時間足でずっと上がってますね。ちょっとこれ、原油一方通行っぽいですね。これ見ると。4時間足でここね。これはちょっと、おかしな動きですね。もう100超えることないと思うけどな、もう。なんか、やっぱ減産の影響すごいのかな。同じように、今度、これニューヨークですね。こっち見てみますか。UK なので、こっちがイギリスの北海原油の方ですね。同じですけど、ほぼ同じですね。エネルギーがいきなり10月入ってからもう右肩上がりになっちゃってますね。はい。そうですね。ゴールド。ゴールドどうでしょう。高いところからちょっと落としてきたって感じですね。一番そこが9月28日。
こんなに落としてたんですね。1616まで落ちたんですね。これ1670の近辺、このあたりだと思ってた。もっと一回ゾーンと落としたんですね。今1600、またここで、9月、10月で、なんかちょっとあれですね。原油と似てますね、これね。で、今ちょっと落ち着いた感じです。シルバー見ますね。シルバーも、金と、ゴールドと似てますけども、シルバーのがちょっとボラが高いので、激しい。で、今、21から19に行こうとしてるかな。ちょっと落とすかもしれません。はい。天然ガス。天然ガス、ちょっと書いちゃった。書いちゃった。はい。天然ガスは、もうだいぶ 7.2 から 6.4 の間にレンジですけども、もともとボラが高いので、レンジにこうやって長期で見えますが、1日の動きは 3% とかたまに動きますので、注意ですね。はい。あれなんか、ニュースで、パイプラインがどっか、破損した？ヨーロッパの、天然ガスのパイプが4箇所かなんか、ガス漏れがあったりとかしたってニュースもありましたね。関係ないのかな？はい。でも冬場絶対需要が出てくるのは、冬場、天然ガス、こんな値かな？ノルドストリーム。そう。やってましたよね。大丈夫なのかな？で、この、今の値安いですけど、この冬、天然ガス、大丈夫ってかヨーロッパのエネルギー関係がすごく心配ですよね。軽こいで、1本は無事。そうだったんですね。なんか4本どっか抜けてるって、言ってた気がしたので。お花、ガス漏れ。はい、なんかあった気がします。はい。僕もシャラッと見て、ファンダメンタル見てるだけなので。こんばんは、遅くなりました。いえ、とんでもない、川端さん、ありがとうございます。川端さんのベトナムの話、ベトナム金曜日またちょっと落ちちゃったので、もうすぐそこは見えるはずですという話をしてました。はい。すいません。コーンですね。こんな感じ。レンジだと思います。こんだけ激しく動いてますけど、動きとしてはまだレンジですね。はい。これでレンジです。最後に、大豆。大豆はあれですね。まだ下落トレンドですね。これ。レンジよりもまだ下がっていますね。ちょっと面白い。大豆がこう下落にいるっていうことは、まだかもしれないですけど、アメリカのインフレに対してこれが下がり続け、またコーンとか小麦とかがやっぱ下がってきてると、原油があんだけ上がってるとね、ちょっとダメなんですけど、原油も下がってきて、コモディティのソフトコモディティも下がってくると、市場価格としてそのインフレもちょっと物価も抑えられたりね、する可能性があると思います。全部が全部その原因ではないんですけど。でも、はい。コモディティのね、価格がちょっと下がってきてるように見えます。はい。じゃあチャートの方で今見せましたけども、じゃあ今日、はい。特集の方に行きたいと思います。それではですね、この特集ですけど、株トレ。皆さん、本とか、僕久々このテクニカルの本を、買いました。はい。こうやって、はい。ですね。はい。で、最初にですね、今日、何問かやりたいなと思ったんですけど、もしかしたらちょっとできないかもしれないので、この著者の方の、YouTube、久保田さんっていうんですけど、見つけました。どうもね、楽天証券で、この
書籍紹介をしていたので、楽天証券でやってる方はもしかしたらこの人知ってるかもしれないですけどね。3分ぐらいですけど、この、まず株トレの、趣旨について、著者の、太田さんからちょっと説明をまず聞いていただきたいなと思います。ちょっと大きくして。こんにちは、楽天証券久保田です。今日はですね、楽天証券の方ですね。著書出版のご案内をお伝えします。こちら画像出てますけれども、株トレ、世界一楽しい一問一答株の教科書というダイヤモンド社から12月14日に発売されました。テクニカル分析の教科書です。クイズを解くだけで株のセンスが身につくと書いてありますけども、60問クイズが出てますので、それに答えながらテクニカル分析を学ぶという形になっています。この本書の特色なんですけども、テクニカル分析のトレーニング本です。今いろんなテクニカルの分析の本出てますけども、私ちょっと不満に思うのは、いろんなパターンですね、買いシグナルとか売りシグナル、そういうのをたくさん覚えるっていう、シグナルの暗記を重視するものが多いっていうことで、ただ私ファンドマネージャーとして25年間実際に何万回というトレードしてきてわかるんですけども、シグナルを暗記しているだけでは全く実践で勝てないですね。現実にはいろんな相場に出会って、そのシグナルが仮に7割の方であと5分ぐらいするともしかしたら、サラさんが来るかもしれません。いつも11時53分ぐらいにハローってくるので。実践でトレーニングしなければ勝てないということです。違うから。で、私の、本の中身ですけども、クイズ60問を解くだけで、私が25年間何万回というトレードをやってきたことを疑似体験できるような形にしています。実際に過去に出てきたチャートもありますし、いろんなチャートのエッセンスを詰めて私が数式を入れて作ったチャートもたくさんありますんで、その中で私のファンドマネージャー体験を疑似体験していただいて、そしてその実践トレーニングの中でテクニカルに強い投資家になっていただきたいというのが狙いです。で、私毎週月曜日から木曜日まで3分でわかる今日の投資戦略ということで、この方あれなんですよ。楽天証券でなんか日本株の予想を分析してるんですね。けども、現実に売買するときはそういったファンダメンタルズだけに基づく分析では限界があります。大きな落とし穴にはまることもあります。誰も経験したことがない変化が起こって、マーケットが大きく動くときは、その理由を考える前に、まずチャートを見て動かないと間に合わないことがあるからです。で、私はファンドマネージャー時代、テクニカル分析を非常に重視していました。毎週週末に、東証一部上場全銘柄の週足をチェックして、チャートに向かって、何か強いシグナルが出てないかというものを、必ずチェックしていました。で、私がファンドマネージャーとして長く好成績を上げられたのは、ファンダメンタルズ分析に頼り切らずにテクニカルを重視してきたからだというふうに思っています。チャートを見ることを決して軽視すべきではないというふうに思います。テクニカル分析について、この本でトレーニングしていただきたいというふうに思っています。株価チャートの見方がわからなくて困っている個人投資家にぜひお読みいただきたい内容です。よろしくお願いいたします。はい。という内容です。ということで、この本の、いろいろ僕も本漁って、なんかないかなと思った時に良かったのが、このクイズが Q&A になっていて、しかも、割とね、わかりやすい、僕はもう、僕がですね、前買った本でスキャルピングの、5分足のスキャルピングの本買ったんですけど、これはね、木のりさんって前あった FX の、師匠じゃないですけど、YouTube で何回も紹介させていただいて、これはね、難しかったです。読んだんですけども、なかなか皆さんと一緒に、学んでいこうかなっていう感じよりも、解説をしていく、話でね、今もチャート24時間でライブ出してますけど、やっぱこの、チャートのそのテクニカルのインジケーターとかもそうですけど、難しいんですよね。これよりもっと、なんていうかな、わかりやすい
クイズ形式だったので、これはちょっとみんなで楽しみながらやれるんじゃないかなと思って、この本を選びました。はい。では、うんちく言って、あれですので、早速、ちょっと、本の中身をね、今日ね、ちゃんと抜粋しましたので、見えるかな？いきたいと思います。はい。これ見えますかね？まず、第1章、これ写真撮ったんですけども、第1章の、今日は、売買高の変化を読む。第90、クエスチョン1。一番最初にどこを見る？で、92。下落後の上昇はチャンス？それとも罠？っていう題名ですね。で、93。買った途端に急落。94。右肩上がりだけども。5までできるかな？5番。実際のチャートにチャレンジ。今日はですね、用意したのはこの5番までちょっと用意しました。はい。これ目次ですね。第1章の。60問あるので、今日何問できるか。まあ、12ちょっと過ぎたら、やめちゃいますけども、続きはまた、あれで、もしや不評だったらちょっと読みますね。はい。一応、こんな目次になってます。さあ、じゃあ、まず早速ですけど、1問目からちょっと紹介していきたいと思います。これ、見えますかね？大丈夫ですか？大きさもいいかな？はい。91というとこ、クエスチョン1ですね。一番最初にどこを見る？チャート見えますかね？このチャート、売りなのか買いなのかどっちというチャートになってます。ちょっとだけチャートを説明します。横軸が期間を表してますね。2ヶ月のチャートです。それから、縦が、まあ、株高っていうか円ですね。900円、1000円、1100円、1200円、1300円ということで、あと、この、売上高が、右の、これ棒グラフが売上高ですね。で、ここのチャートが、こういう形に形状になってます。はい。今、こういう、チャートの形ですね。いいですね。ちょっとこの下のところ読みますね。ポイントというところがあります。ポイント。シグナルとは、チャートだけでは今後の価格はわかりませんという人もいます。その通りです。チャートパターンや、売買高を見るのは、統計的に今後可能性が高いか低いかを判断するためです。統計的に7割の確率で上昇する。見にくいな。チャートのパターンもあれば、立派な買いシグナルです。俺カメラがあってちょっと見にくい。こっちで見ればいいのか。ちょっとすいません。はい。シグナルが必ず当たるわけではありません。7割の確率で当たるということは3割外れるということです。チャート分析とはそのようなものです。はい。という解説がポイントシグナルっていうのが書いてあります。どうですか？皆さん見えます？まあちょっと予想してもらえてると嬉しいですけど、このチャート売り買いどっちって書いてある。さて、どうでしょうか？もし、何か、ご意見があったら、チャットいただけると嬉しいんですけど、どうですか？このチャート見えますかね？売りかな？買いかな？って、なんか理由とかあれば、どうでしょうか？なんか難しいですかね？こんな風に言っても。いきなり問題出されてもって感じですかね。はい。稽古医で買い、売り圧力が減っているから。おー。売上高のとこも、こう、見てっていうのもあるんですかね？この棒グラフでね。売り圧力が減っているから。はい。全然いいですよ。こんな、間違っても全然いいと思うし。はい。
どうでしょうか皆さん。何か理由があれば。とりあえず、わからない方も結構いると思うので、そんな全然、違っててもいいと思うし、僕もこれ、本当にあんまりまだ見てませんので、答えも、わかんないですね。はい。そろそろ一回ちょっと答え出してみます。川端って、ああ、いいですよ。なんとなくかいい。なんとなくかいい。全然いいです。はい。全然いいと思いますよ。はい。はい。なんとなくかいい。結構ですね。はい。はい。そろそろ、あれですかね。ちょっと。これなんかチャットの方がちょっとリアルタイムで遅くなっちゃってるから、なかなかこう、答えにくいともあると思うんですけどね。はい。じゃあ、ちょっとそろそろ答え言ってみましょうか。はい。なんかあれ、お天気の、あれ、なんか、あれ、なんかなかったですか？天気のYouTube でやってるウェザーニュースだったっけ？なんか、お天気お姉さんがこう喋ったり、YouTube でやってるの。なんか、あれでクイズみたいなのやってますね。もうなんか思い出しちゃった。全然関係ない。ジジイがクイズ出してるけど。じゃあ、一回行きますよ。まあ、ちょっと今日試しなので、はい。はい。一応答えは、売りという風に、なっております。はい。稽古医で、売りかな。迷ってきた、売りが強い方が買い戻しがある。ああ、そうなんですね。はい。すいません。今、ちょっと、時間差になってしまってすいません。売りに、一応答えはなってます。まず、ちょっと解説読みますね。3つの理由から売りと判断できます。まず1つ目は、ここ。2番天井。なかなか言わないですよね。ダブルトップのことですね、ここが。をつけたことです。まず1つ目の理由ですね。はい。それから、2つ目は、売買高の減少です。これ言ってましたよね。皆さんも。売買高減少してるから。はい。それから、3つ目の理由は、安値更新。このダブルボトムから、この1番目で下がったところより割ってしまったんですね。この最後。ちょっと見にくかったかもしれないですけど、安値更新をしたっていうことで、目線が売り目線だよっていうことを言っているということで、まあ、この3つの理由を元に売りなんじゃないかなっていうことを言ってます。はい。じゃあちょっと解説下のとこ読みますね。ちょっと俺、そっちだと見にくいのでちょっと読みますね。株価は2番天井をつけて下落。一回天井をつけただけでは押し目、上昇トレンドの中で一時的な下落と思って買う人もいますが、2番目の上値をトライして失敗すると買い手が減ります。このため、売買高が減少して、安値を更新、ここから下げの可能性もあります。まあ、これも最初に言ったように、7割勝てれば十分ですのでね。僕もちょっと思ったのはこの安値更新をしてるっていうところはすごくキーにはなりますよね。テクニカル上、ダブルボトムのダブルトップの形よりも、このトップからこの安値を更新したというか、これは大きいかもしれませんね。すいません。これもし見にくかったらごめんなさいね、ここ。ね。はい。じゃあ次行ってみますね。2番行きます。はい。じゃあ次のチャートが、見えますでしょうか？これ大きくした方がいいですかね？こういう風に。稽古医で勉強になります。
が、そろそろ失礼します。ありがとうございます。おやすみなさい。卓球頑張ってください。ありがとうございます。そうですね、もう12時、そうです。俺明日朝8時。当たり前か。はい、大丈夫です。あと今日じゃあ1問やりますね。またよかったらこれだったら毎回1問か2問ね、ちょっとやってみたいと思います。2番。下落後の上昇はチャンス？それとも罠？このチャート、売り買いどっち？っていうことですね。あーと見えますかね？売り買いどっちか。チャートだけちょっと見ますね。でかい？これ。大丈夫？今みたいに、さっきのとちょっと逆っぽいですよね。ダブルをつけて、高値、更新してるようにも見えると。売上高も高いと。さあ、どうでしょうか皆さん。今、さっき1番のちょっと見て、もらってもいいのかな？はい、さっきの参考にしてもいいですね。川場タッチ、買い。そうですよね。じゃあちょっと解説を読みますね。下のチャートというところを読みますね。逆さチャートというところ書いてあります。このチャートは、さっきの Q1 のチャートを上下逆さにしたものです。売買高のトレンドも逆になっています。Q1 の、チャートは株価が高値から下がる中で、売買高が急速に減少しました。売買高増えているから買い。はい。ですね。はい。このチャートは逆で、株価が安値から上昇していく中で、売買高が急速に増加しています。花さんちょっと言っちゃってますけどね。はい。ね。じゃあ、ちょっと時間もあれなので、これで、答え見ていきましょうか。はい。よいしょ。よいしょ。はい。一応正解は買いになってます。はい。で、さっきと同じようにもう一回言いますね。3つの理由から買いと判断できます。1つ目の理由は、2番底をつけたことです。まあ皆さん、ご存知の通り、ダブルボトムってやつですね、ここが。はい。まず1つ目、2番底。それから、2番目の理由は、この売上高が高くなっていること。売買高が増加している。買いが多くなる。ですね。3番目の理由は、高値更新。この点線があるところ、さっきの逆ですよね。高値更新したよということで、ここが大きいです。うん。はい。底値をつけた。で、1個目のこのところから点線を引いて、まあこれよく言うネックラインとも言いますね。ここの点線が。ネックラインから上に上がってる。うん。これでも、どうです？なんか、まあ、全部が全部 100% じゃないけど、傾向として分かりやすいですよね。はい。これってテクニカルで言うと、なんか思いました。じゃあ、あと、下の解説ちょっと読んできますね。株価は、2番底をつけて上昇という買いパターンになっています。それから直近の高値を抜けていて、ここから上昇に弾みがつきそうです。売買高が急増していることも重要です。何か好材料が出て、積極的に買い始めた投資家がいると考えられます。はい。ということで、このダブルボトムからネックラインの高値更新、この位置、売上高と合わせたこのポイントですね。ここは、いいところかなと思います。ちょっと待ってくださいね。あるかな？今ちょっとパッパーっとなんか出てくるダブルボトムからのネックライン。ここも、そうですね。今ナスダックで見たら、
ずーっと上がっていくわけじゃないですけど、ネックラインからの、この上げがそうか。とかね。はい。インドニフティも、ダブル。この、黒い線結構大切だと思いますね。わかりやすいですよね。こう、見てると。ダブルのネック、まあまあ、ここもダブルボトムのネックラインになってますけど、なってはいるんだけど、ダブルボトム。はい。という風になんかまたいろんなこうチャートを見て、こういう線も入れてつつ、これゴールド、ダブルトップに近いですよね。からの、今、割ってますので、もしかするともう下がってくる可能性、売りかなと思ってる人も多いかもしれません。ね。はい。可能性ですよ、これは。はい。まあ、今、パッと、見た、実際にチャートも見ていきたいと思うんですけども、今日はね、ダブルボトムとダブルトップみたいなところの売り買いのところを中心にね、見ていきました。はい。よかったら、またこれちょこちょこと、毎回1問か2問入れていきたいなと思うんですけど、どうですかね。よかったですかね。はい。テクニカルの方のね、基本的なこう、勉強していきながら、まあ今、どれが買い、どれが売りっていうよりも、こういったことをね、なんか少し丁寧にね、なんか一緒にお話できたらな、なんて思っております。はい。来週の木曜日は、また他のね、なんか国で、なんか株価とかね、動き、インドとかがこう復調したら面白い話があればまた出したいと思いますし、まあ、なければまたね、このクイズかなんかをね、やって一緒にね、テクニカルの勉強もね、できたらな、なんて思います。はい。じゃあ今日ちょっと長くなりましたけども、これで終わりたいと思います。また来週木曜日11時にね、やりたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。それでは今日はこれで終わります。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。明日頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。それでは、失礼します。ベトナム上がってほしい。ね。はい。